オーナーさんがですね、古民家の解体の現場を見つけてきまして、その時にこの上がってたこの瓦が非常にやっぱりすごいいいと。もったいない。解体で壊すのがもったいないということで、じゃあみんな持ってきましょうということになりまして、で、その瓦をまたここで再生させたっていう、そういうことになりました。これはおそらく大正とか昭和の初めぐらいに作られた瓦だと思うんですけども、この瓦のこの焼きムラとか、このねじれとか、一枚一枚がこう違ってるんですね。そこをうまくこう利用したいなと。そうすると、こう人の揺らぎみたいなものが見えるので、ピシッとこうラインがきれいに通ったっていうものではなく、人の揺らぎ、人の気持ちの揺らぎみたいなものが見えると、より人間味のあるものづくりができるんだと。特に瓦こう曲がってるので、なかなかこれは拭くのは大変です。一枚一枚、カットするものはカットしながら、うまくこう曲げていって、拭きましたので、これはかなり印象的に残っています。
土塀ってもう名のごとく、土の壁なんで、もう下の大地がもう横に湧き上がってきたというような、なんかそういう、イメージがやっぱり土塀の良さかなと。本当に土に囲まれていると、いうことなので、柔らかさだったり、温かさだったり、ある時は冷たさっていうのもあるかもわかんないですけども、とにかくいて安心できる。触ってみたくなる。そういうものがなんか土塀の良さかなと思います。かなり今回ね、やっぱ大掛かりなものだと思います。なのでですね、30年とかそのぐらいで物が壊れるっていうような、そういうやっぱ存在感がないと、重みがないっていうようなものにはしたくないなというのが率直な、いつもこう思ってたことで、作ったからには、最低でも100年、あるいは300年、200年、300年とこう持つような、そういうものづくりをできたらいいなとは思います。ただ、物がそのまんま300年、200年、300年残るわけではなくて、これを実際今度何かでこう壊そうかってなった時に、その当時の人が見て、これは壊せないねと、これはここにふさわしいものだし、これはあっていいものだよっていうことで、その当時の人が今度はいろいろその時の時代のいい部分、いい技術を取り入れながら、またこういうものをこう再生するっていう、なんかそういった意味で200年300年生きてくれたらいいなっていう、そういうような思いで作りました。だから簡単にやっぱり心がこもってないものでは簡単にやっぱり壊されてしまうので、土の本当に一握り一握りとか、なんかそういったものがこう精神性ではないですけども、中に入り込むような、なんかそういうようなもので作ったというのが今回の状況です。はい。思っていた想像のものができていて、でそれ以上にやっぱりそれ以上のものもできたと自分で今思ってます。ただ
逆にもっとこうすればよかったっていうのも当然あることで、またそれは次回の作業に生かしていきたいなと思います。雪降ってる時期からいろいろ始まって、いろんな人のお力添えがあってできたものなので、本当に私とかそれだけでできたっていうことではないです。本当に皆さんの力で知恵を出し合って、あと本当にみんなで泥だらけになりながら出来上がったっていうことで、本当にもうみんなのもう総力の賜物かなって思いますね。もう昔多分土塀だったりっていうのは、当然地域の人たちがみんな総出で作ったっていう、そういうような文献だったり写真が残ってますけども、まさにそんなような形で今回作り上げることができたので、そういう精神性だったり、あるいは出来上がった時の完成度っていうのはそれに負けないか匹敵するぐらいのものができたなと思って、感無量でいるところでございます。はい、ありがとうございます。じゃあ以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。動画をご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回はですね、少し違った雰囲気の動画にしてみました。ぜひ、コメントなどで感想いただけますと嬉しいです。最後になりますが、私の活動、今回の動画気に入っていただけましたら、ぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。